おしゃれな色だね、色味がね、なかなかこれはね、自分塗ってきた。すごくない？スポーツスターをチェーンにするときってなんか結構気をつけてなくちゃいけないことがあって、今日はラバスポの紹介します。はい。これはラバースポーツスターの05年かな、キャブモデルのラバースポーツで、まあオーナーがこうやりたいっていう雰囲気で、なんか気づいたらちょっぱいなんで、あ、全部作ったんだここで。で後ろ回りはオーナー自分で作ってきた。あ、へえ。だからね、鉄工所系の仕事でね、なんか俺はなんだ、あとマフラー作ったから、マフラー作ってくれって言われて。タンクはね、これもなんかここがね、自分で塗ってきた。すごくない？自分で塗ったの？自分でな、趣味でペイントやってるとか言ってて、ようやったね。もうようやったよねと思って。塗り分け。そうで、できないことを全部あとお願いっつって、それ以外の。すごいよね。すごいよね。これなかなかだよ。もちろんあんまラバスポいないからさ。あ、そう。そうあんまりやってないよね。いいバイクなんだけど、そうマフラーね、大変だった。揺れるからさ。揺れるじゃん。揺れるけど、ここ2人乗りもできて、勝ち上げたいって言われて、めっちゃ大変じゃんステーと思って。ステーね、頑張って作ってよ。シンプルに見えないようにして強度をバッチリなステーを作ったわけであります。はい。そうなんですよ。ヒバーじゃないか、すごいやんちゃなやつが。で、もう一台今日はラバー、こっちもね、一緒にこの前ツーリングで来てくれたね、スポーツで。あ、ツーリング、スポーツスターミーティングか。あ、その車両？普通のスポーツスタータンクをね、ラバーに乗るようにして、まあ割とシンプルな感じで作ってます。マフラーもなんか声ちっちゃい。声ちっちゃいです。作ってます。でもおしゃれな色だね、色味がね、なかなか上品な色の組み合わせで。そうよね、塗り分け。これね、デカールじゃないんだもんね、マスキングで。これね、これ両方のパパさんだな、たまたまだけど。あ、パパさんなんだ。パパさんラバーだな、たまたまだけど。5時です。またアレクサ。アレクサ。フルムシや。で、まあチェーン化してあって、リア18、こっちはスポークになって、もともとキャストだもんね、パパさん、この時代は。チェーン化する理由は見た目、あとあれか、ギア比。そう、どっちかというとそう、あと最近ベルトが切れる。あ、そうなんだ。なんか突然なんか前進まんやんっていう怖っ電話かかってきて、僕のバイク前進まなくてもこれクラッチかなんか絶対いったわって引き上げいったら、ベルト切れとるだけ。なんかね、その止まっててこうしょんぼりしてこうしょんぼりして待っていたバイクのそばで来ないからっつって、でこっちからさ、俺あ大丈夫って歩いてきたら、ここになんか帯が黒帯みたいのがあってさ落ちとった。落ちとるけどっつってベルト切れた、俺のブラックベルトが切れたぞみたいな。そういうのあるね、最近ちょこちょこあるね。まあどっちがいいんだろうね、ベルトチェーンってね、聞かれるけど、まあ俺はもうチェーンの方が好きだけど。まあ見た目は僕もね、だけどスポーツスターをチェーンにするときってなんか結構気をつけてなくちゃいけないことがあって、要はなんていうの、遊びがなくなる、エンジンから直結になっちゃう、一言で言うと。そのビッグツインとか一時プライマリー、これプライマリーチェーンって動いてるんだけど、こっち側の、こんなの入ってる、そこに一発バコーンってつながった時にホニャーンってしてくれるアイテムがいいんだよ、ちゃんと。それがあった上でこう駆動系が、だけどスポーツスターはそれなくてソリッドでベルトでバインをこういなしてる雰囲気なので、もうほんと直結だからダイレクト感はあるよね。やっぱりたわみなくて全部メカニカルでつながって、タイヤのグリップとエンジンが直つなぎみたいな。
だからあんまラフなことをやったりとかエンブレドッカーンかけてめちゃめちゃしたりとか、あとウィリーとか、はいはアメリカ人でさい。やるね。やってんのあれやってるねね、ここのボルトがポキポキ折れるスプロケットの根元が怖っ。マジで、あ、ダイレクトだから、でここ、ダイレクトだから衝撃が。そうハブダンパーとかがあればいいんだけど、はいはいソリッドだと折れる。怖っ。うちもお客さんでもう結構飛ばす人で一回折れてもうビビっちゃったね、折れてるやんってなって。でここの使うボルトはさ、純正かグレードのなんだった8だったじゃん、一番硬いやつじゃないとダメ。このボルトね、変なボルト絶対ダメだから、すげえ力かかっちゃうもんね。命にかかるね。そうそうそう怖いそう、わ。なんかあれだね、チェーン化キットみたいなの出してて、超チェーン化キット出したんですよ、もうあれコマ数もう切らなくていいから、あ、ポン漬け。ポン漬けあ、まあ触れる人ならね。される人なら、まあされる。まあでも割とどうだろう、大体小学校の授業になるよね、チェーン交換って習ったでしょ、3年生ぐらいどこの小学校だよそうそう、確かに。まあだけど切らなくていいからさ、何買っていいか分かんないじゃん、楽だね。で、チェーン化キットね、めっちゃいいのがないのよ。なんかあんま出てないイメージ。要は00以降のやつとか出てなかったりするもんで、そのブラックはあるけどクロームはないとか、はいはい、このギア比のやつ欲しいけどどこからも出てないとか、でそれ全部対応するようにして、そうだからラインナップね、ちゃんとした。ギア比変えると結構遊べるもんね。ギア比変えるとね、高速域伸ばしたりとか。そう楽しいよね。ベルトの方がチェーンかっこいいもんね。まあ好みだろうけど。みんなチェーン化するよね。大体。まあラバーはねこのままいくけどね、一つねここのスプロケットあるんだけど、これ日本仕様だけじゃんね、スプロケット。そのスプロケットダンパーがついたベルトのタイプって。スプロケットダンパーがついてるの。そこのねベアリングが死ぬんだけど、このベアリングがなんか独自規格で出なくて、でよくそれで変えること多いかな。まあプーリーを変えるって話なんだけど、そうなんですよ、ラバー。チェーンの話になっちゃったけど、まあそうだね。これ使えるんかな。これね、ウインカーちっちゃくした、この去年かな、また例のウインカーで。もうこれキット化したやつね、うちでねあるもんね。ウインカースイッチがね、ハンドルにもあるんだけど、もともとこっちにもあって、ホーンだったわ、こっちか、こっちにもあって、こっちでも出せるけどこっちでも出せるっていう。そうもともとついてたやつでさ、ハンドルバーに何もなくてさ、スイッチ1個増やしたけど前のスイッチを生かしたまんまだから両方動くみたいな。楽しい、選べる。今日はどっちのスイッチでウインカー出そう。元カジェットついとるよ。ETC ついとるよ。もうみんなついてるよ ETC 今。本当だ。ほぼほぼ ETC いるでしょ。いる。もう令和5年だからね。メーターね、元カジェットでね。あれだね。例のね、元カジェットで。そう。元カジェットとステム。ステムだと知ってるね。これはね、ブラスト仕上げバージョン。あ、そんなのもあるんだ。これだけしてくれって言われてやったんだ。山あるね、さらっとこうなんか短い、これは短い仕様だね。仕様周りが。サスはオーリンズで。結構ね、いいタイヤ履いてるもんで、そこそこ走れそうな感じだね。DT100 で。珍しくオイルタンクやってないね。やってない。ラバーはね、プラスチックなのよ、オイルタンク。なんかカバーでさ。そうなんだ。ここをやりだすとね、もうなんか結構増物が大変で、このバイクは。ここですか。まあキャブ変わってるね。HSR。パパさん HSR で結構速いよ。これでもね、パパさんいいキャブだけど、まあでもなんか普通に動いてるね。ちょっとでかいんだけどね、パパさんにいいキャブつけちゃうと。そうなんだ。なるほど。いいよね。もともと同じバイクっていうね。
確かに全然違う全然違う。もともと同じワインなんですかっていうね。ありがとうございますじゃあ走らせますか。知らせる今から暑いね。暑いまた今度また今度でした作れんじゃん、終われんじゃん動画。あざしたありがとうございます